はい、今日は酸素摂取量 V.O2、その正常値と、使い方についてお話をします。ピーク VO2 の正常値と心疾患に関係するいろいろな指標との関連を知っておきましょう。酸素摂取量、これをメッツで表しますけれども、それを心臓リハビリテーションに活かしましょう。これはピーク VO2 の日本人の正常値です。伊藤先生が中心となって、運動処方講習会のみんなで、正常な日本人のデータを集めました。そこにある、結果をグラフにしたものですけれども、自転車エルゴメーターの場合のピーク V.O2 はこのようになります。男の場合、酸素摂取量っていうのはマイナス 0.272× 年齢プラス 42.29。女性の場合、酸素摂取量っていうのはマイナス 0.1960× 年齢プラス 35.38 です。緑の線が男、赤い線が女なんですが、これ80歳のあたりでほぼくっついてますよね。ということは85歳、90歳になると実は女性の方が男性よりも酸素摂取量高いんです。すごいですね。これはそのグラフを表にしてみました。例えば、ピーク VO2 左側ですね。20歳の男は 37.1、女が 31.7、80歳になると 20.5、女が 20.0。AT も同じ論文に、結果が出ておりまして、男の20歳の AT は 19.4、女は 18.0、80歳になると 13.4 と 13.8 というふうになっています。この論文は非常に日本人の標準値、正常値を見るのに有用ですので、ぜひ手元にいつも置いておいてください。で、ここでメッツというものが出てきました。メッツというのはどういうものかと言いますと、酸素摂取量、これミリリッターパーミニッツで表した場合ですけれども、それを体重で割って、さらに 3.5 で割った、そういう数字です。昔の論文で40代白人男性でデータを取った場合、その安静剤の場合には、1メッツが 3.5ml パーミニッツパーキログラムであったということから、3.5 という数字が使われています。ですから先ほどの、酸素摂取量の標準値を 3.5 で割ればメッツということで表すことができるわけです。これが、メッツの表と、僕がよく使っているメッツの表です。日常活動に必要な酸素消費量で、1から2メッツのところが食事、洗面、裁縫、編み物、自動車の運転などと書いてあります。ほとんど座っているのと変わりないですからね。で、一つ飛ばして3から4メッツ。これシャワーとかですね、10キロの荷物を背負って歩く。右の方に来まして、少し早歩きの歩行、括弧して 4.8km パーアワーと書いてあります。時速 4.8km、少し早歩き、駅でみんなが歩いてるぐらいですかね。それがシャワーと、意外と同じだというちょっとびっくりですけれども、シャワー全身を使って一生懸命洗ってるという場合です。で、その下4から5のところに入浴というのもありますけれども、入浴も湯船に沈んでるだけだったら休んでるのと一緒ですけれども、出たり入ったりして体を一生懸命洗うということで4から5というふうになっております。で、先ほどの、男女の、標準値、正常値を、左に示してありますが、男の場合、80、50、20、これ年齢ですけれども、上の矢印が AT です。で、女の場合もそうなんですけれども、男女の AT、だいたい4から5メッツのところに入りますね。で、最高酸素摂取量、ピーク V.O2 は、そういうの下。男は80代で6から7メッツ、20代だともっと先と。女子も80代だと5から6メッツのところで、20代はもっと先と。だいたいこのあたりが AT とピーク VO2 だというふうにイメージをしておくと、生活指導しやすいと思います。ここで重要なのは4メッツという数字だと思います。4メッツってのはどういうものかというのを
よく覚えておいてください。で、日常生活っていうのはだいたい4滅以内なんです。先ほどの表で、下3つ3段階が日常生活ですよと僕はいつも言ってるんですけれども、4滅以内でほとんどの日常活動はできます。で、CCS 分類。これは、労作性狭心症の分類ですけれども、その2度と3度の境界。それが4滅。これについてはこの後でスライドでいろいろまたお話をします。で、NYHA 分類。心不全ですけれども、これも2と3の境界が、4滅。正確に言うと 3.5 となってますけれども、四捨五入して4滅。で、AT が4滅以下で EF が正常な人というのは、ゼロじゃないですけれども、ちょっと少ないと。これも後で示します。ということで、いろんな狭心症、心不全、そういう EF、こういうので4滅という数字は、軽症か、ある程度の重症化という境目になるというふうに覚えていてください。で、4滅はどのぐらいの活動量かというと、歩いた場合には時速5キロぐらい。自転車を漕いだ時には体重が65だったら50ワット、60キロだったら45ワット、50キロだったら35ワットぐらいです。そのあたりで、何か心電図の変化が出るとか、息切れがものすごく出るとかいうことがあったら、4滅でいろんな症状が出てしまうからちょっと重症かなというふうに考えてください。で、CCS 分類、それと V.2 の関係なんですけれども、CCS 分類クラス1、2、3、4で分かれています。クラス1というのは、日常の身体活動、例えば通常の歩行や階段上昇では狭心症発作を起こさないという、軽い労作性狭心症です。で、すごく激しい場合に、狭心症発作を生じる場合です。で、これの場合には、カテーテル検査、あるいは CT で有益予策があっても、すぐに PCI は必要ないだろうというふうなのがガイドライン的な考え方です。クラス2もそうなんですけども、クラス2の程度というのは、日常の身体活動はわずかながら制限される。で、例えば、急ぎ足の歩行、または階段上昇、坂道の上り、あるいは食後や寒冷、強風化、精神緊張化、または起床後2時間以内の歩行、または階段上昇により発作が起こると。で、アメリカの、これはカナダの分類ですので、2ブロック、1ブロックが100メーターなんですね。それを超える平地歩行、あるいは1回分を超える階段上昇によっても狭心症症状を生じると。これ要するに階段を2階まで登る間に胸の痛みが出て、で、そこで一休みを、するまではいかないと。で、階段2階分は登れる。でももっと登ると出ちゃうということなんですよね。1回分を超えるですからね。で、日常活動ではそういうふうに聞くと分かりやすいわけで、階段2回分っていうのが4滅というわけです。で、クラス3になると、その手前で胸が痛くなって一休みするということですね。1回分の階段上昇により狭心症状を起こすと。で、階段2階まで登れないっていう人ってそんなにいないですよね。で、初心で胸が痛いですと聞いて、どのぐらい動けますかっていうのを聞くと思うんですけれども、この状況、階段2階分登れないなんですね。あるいはそこで胸痛が出て休まないといられないっていうのは、いないと思うんですね。で、実際アメリカのデータでは3割弱というふうに言われています。で、そこに対して、いろんな治療をしても、いろんな治療というのは薬物療法ですね。しても、胸痛が変わらない場合にはカテーテル治療、あるいは、心臓手術というふうに、ガイドラインでは言われているわけです。で、クラス3はですからそういう侵襲的な治療が視野に入ってくると。クラス1にはまだ入ってこないというような、そこの4滅っていうのはやっぱり境になってるわけですね。虚血液値が4滅未満の場合は心理派で治療を開始して、全く問題はないということです。で、今度 NYHA 分類。これは慢性心不全、急性慢性心不全診療ガイドラインに書いてあるもので、心臓リハビリテーションのガイドラインにも、僕はこれを書きましたけれども、NYHA 心機能分類の、クラス2と3の間、これは 3.4 と 3.5 の間なんですね。
で、やっぱり NYHA1、2は、日常活動ではあんまり症状出ないと。3、4は、ちょっとした動きでも出ちゃうというような感じで、捉えられますから、重症感が違いますよね。で、やっぱり4滅というところで、見ることができるわけです。で、EF との関係ですけれども、一般的に EF とピーク VO2 は関係がないというふうに言われています。で、この絵は R イコール 0.62 で、関係があるという絵を示してあるんですけれども、普通にですね、EF が 40% 以上のところで見ると、これ全然相関ないですよね。EF が 20% とかそういうのを入れるとさすがにピーク VO2 は落ちるというような感じで、そういうふうに捉えてください。で、この細い縦線が4滅なんですけれども、4滅を超えている場合、EF がですね、すごくいい場合もあるんですけれども、ちょっとやっぱり 40% ある人もいることはいますよね。で、これが実は心臓リハビリテーションのすごいところなんですけれども、EF がすごい悪くても4滅を超えることはできるんだという根拠にもなるんですけれども、一般的に放っておけば4滅割ってたら EF が悪い、EF が悪ければ4滅いかないようなことはちょっとは考えてもいいかなと思います。で、ピーク VO2 低下の要因見てみましょう。まず心拍数がどういう関係があるかということですけれども、これNYHA が2度台の人に対して、ベータブロッカーを使った場合と使わない場合、その時の酸素摂取量を見ています。青が使った場合、赤が使わない場合、これは明らかにベータブロッカーをやめた後の方がピーク VO2 は伸びていますね。で、やはり心拍数と心拍出量、1回心拍出量の積が1分間の心拍出量ですよね、カーディアックアウトプット。で、カーディアックアウトプットっていうのが酸素摂取量には一般的には、普通に元気な人には関係がありますので、NYHA が2度ぐらいだったら心拍数っていうのは、ピーク VO2 に関係するというふうに考えていいと思います。で、ところが、心不全がちょっと進んだ場合、骨格機能が大切だという論文がこれなんですね。左のグラフなんですけれども、ピーク VO2 が15を割った場合、そういうような人と15を超えている場合で比べたんですけれども、自転車を漕いで、ピークまで達した後に手でまた自転車を漕がせたんですね。手のクランクを追加した、そういう実験です。そうしたら、ピーク VO2 が低い人は酸素摂取量がそこからまたたくさん伸びたという、そういう絵です。要するにピーク VO2 が低い人は筋肉の量がすごく大切だということを示したという、ジョンドーの有名な論文です。ピーク VO2 が低い場合には、要するにモデレートからシビアの心不全、NYHA 大体3以上ですよね。その心不全ではピーク VO2 は骨格筋量の影響を受けるということです。で、一方、心拍数はどうかということですけれども、このバドを入れる必要のあるぐらいの心不全の人の場合に、バドを入れた場合、プレエルバド。で、それをオフにした場合、ポストエルバド。で、ピーク VO2 を見ると 11.5 が、エルバド入れると 12.4 になりますね。で、これ有意差ないんですよ。ね。ですから、心拍出量をいくら増やしても心不全がすごく悪い人の場合には、ピーク VO2 は増えないということです。下から3行目のところ、VCO2 のネイダーって書いてありますけれども、これ心拍出量に相当強く影響を受ける指標ですが、これは 39.4 が 35.7 に改善しておりまして、これは優位に良くなっていると。要するにエルバドは心拍数は当然増やしますけれども、ピーク VO2 の改善は直接にはもたらさないということですね。で、ヘモグロビン。貧血がある程度あってもあまり酸素摂取量には影響しないです。ある程度っていうのは貧血の程度は12ぐらいまでだったら、あまり変わりないんです。でも、10を割るような人が入ってくると、AT とかピーク VO2 には関係があるということですね。で、ちょっと薄く関係するというような感じです。
貧血っていうのは血液に入っている、ヘモグロビンの量で測りますけれども、それが実際にどの程度酸素運搬に関与しているかっていうのとちょっと違うんですよね。赤血球っていうのは、脾臓とか血管の周囲で、まどろんでいる、滞っているのがいるんですよ。ちゃんと酸素を運んでるヘモグロビンばっかりじゃないんですよね。で、それは総動員されるかどうかっていう方がもっと重要で、全体の、こういう流血中の、量とかで見るとあんまり関係ないということですね。BNP とピーク VO2。BNP っていうのは心機能不全の指標ですね。ピーク VO2 は心不全の指標です。で、心不全っていうのは心機能低下を元として体全体の機能が低下する病態ですから、BNP は上流にあって、心不全、ピーク VO2 をある程度コントロールしてるんですけれども、やっぱり先ほど言いましたように骨格筋とかも関係するから、それほど強い関係はないです。ですけど BNP はさすがにすごく高いとピーク VO2 は低いというデータあるんですけれども、これは因果関係はわかんないですね。こういうグラフではね。心不全の人は骨格筋機能が低下しているため、ピーク VO2 は落ちたかもしれないので、BNP との関係はこういうのがあるけれども、心機能だけ治せば心不全が良くなるとは限らないというふうに考えた方がいいと思います。で、やはり特に心不全系の場合、ピーク VO2 を増やすには筋肉ということですね。それからメッツの表の使い方というお話をしたいと思います。これまた出しますけど、メッツの表です。で、例えば AT が4メッツ、ピークが6メッツの場合、生活指導する場合に、AT までいいのか、ピークまでいいのか、あるいは無制限にいいのか、迷うかもしれませんよね。で、その場合にはAT までだったら、あまり疲れないで、かなり長時間やって大丈夫ですよと。で、ピークまではどうかと。これはCPX 中に何かトラブルが起きてないか、不整脈が出るとか、血圧が急に上がったり下がったりしてないか、そこを見てですね、何にも起きてなかったら、ピークまでやっても別に構わないけれども、ちょっと長時間はできないですよと、そういうような指導になると思います。で、虚血域値が例えば3メッツとかだったら、そしたらシャワーとか10キロ荷物を背負って歩く。これはちょっと制限をしないといけないという話になります。AT とかピークに関係なしに虚血域値が優先されます。そして、メッツを考えるときに、酸素摂取量が、すぐには増加しないということを考えないといけません。そのことについてお話ししましょう。これは一定量負荷試験、急に一定量の仕事をした場合の酸素摂取量の増加の仕方ですけれども、赤い線が酸素摂取量ですが、一定値に達するのに負荷強度が強くなるほど一定の酸素摂取量に達するのに時間かかるんです。それでもマックス3分ぐらいなんですけれども、ということは例えば6メッツ、7メッツの仕事をする。だけどそこのところをちょっと CPX で確かめていないとか、あるいはちょっと安全性確かめていない。でもそれをしないとちょっと家計に響くとかですね、生きていけない。何かそういう重大なことがある場合には、許さざるを得ないですよね。でそういう時どう指導すればいいかと言いますと、3分続けなければいいわけですよ。30秒とか1分で終われば、この赤い線、この上の平らなところには到達しないですよね。ですから短時間で、1回休むと。で、1、2分休めばまた元に戻りますから。で、また短時間やって休むと。そういうことをやれば、大丈夫ですよというような指導をすればいいというわけですね。メッツの表で上の方にある活動をどうしてもやんなければいけないときには、この、酸素摂取量はすぐには、プラトーにならないんだということを思い出して生活指導に生かしてください。以上が、酸素摂取量の標準値と、それを生活指導に生かしましょうというテーマでのお話です。どうもありがとうございました。